た99じゃねえかよ。1ミリでも反応しない。あ、田んぼのあぜ道でなんとかしてくれ。こんにちは、ゴースです。今日はこいつ紹介したいと思います。盗撮盗聴両方発見器。カメラというカメラ、盗聴器という盗聴器。オフになってても発見できる。まず箱を開けていきます。中身こんな構成でした。本体、充電ケーブル、タイプ A とタイプ A のマイクロケーブルです。これは説明書に磁気センサーと書いてあります。使ってみます。とりあえずスイッチ入れます。これが電源の入り切りです。ピーという音が鳴ります。赤いランプがつきます。このモードはあらゆる電波のモード。2番目があらゆる磁気のモード。磁石も反応するのかな。3回押すと光ります。カメラを発見するモードだそうです。一番上にしとけば電波が出てるものに関しては発見できると。切り替えボタンなんですが、唯一ここの電波モードだけ6段階あります。今1レベルです。これが横のボタンで6段階あります。どう違うか。6にすると確かに電波は拾います。1にすると拾うものによってこのメモリが増えます。メモリが増えると何のものに反応しているかというのが大体わかります。6にしとくと下がんないので何に反応しているか分かんなくなるんですよ。1にしといて何に反応するのが分かるっていうのが正しい使い方じゃないかなと思います。あとはこれで切り替えればいいと。このボタンでね。では実際にこれを試してみましょう。センサーなんですけど、これを入れます。回します。固く締めると。まず Wi-Fi モードで全開にしてピーって鳴るかどうか。ほら。これで発見されたってことですよ。この音が。ほら。あ、本当だ。ほら。え？どっかにあるぞ。マジですか？はい。どっかにある。えどこだ。これ検出モードっていうのがあるんで、早速調べてみます。検出されました。ガチか。本当にあったんだ。一回切ります。え？はい、今ピーピーを鳴った音。これからちょっと調べちゃうよ。なんないな。何にもないの。リモコンで電波出てるはずなんだけどね。こいつ。全然なんないじゃん。意味ないじゃん。使えないのこれ。なんか説明と全然違うな。なんないぞ。おかしいんじゃねえの？ OK？ 電波が出てないっていうことです。これ Bluetooth。なんないですよね。磁気モードでもなりません。3番目。カメラモード。この時計。カメラになってるみたいですよ。モード切り替えます。Wi-Fi モードにしました。ここに Wi-Fi があるんですが、近づけてみます。なりませんね。なった。レベルは4になってますね。見えます？レベル。止まりました。あ、今度は5になりました。何これ？入り口近辺に何かあり？あれ？どうやって位置を特定するのかがわかんないね、これ。だんだん大きくなってきた。こっちかな？止まったな。違うってこと？止まっちゃうんだよな。ここには何もないはず。Wi-Fi に反応してるんですかね。これか。時計。時計ですね。Amazon のレビュー。いいのばっかり書いてあるよ。ということです。まだ使用していませんが、は今後の旅行で活躍してくれると思います。使用してないのかい。これでよくレビュー書けんな。本当か。使ってないんだぜ。なんで星はもうつけた。値段相当の価値あり。気になったところ全て反応しました。ほら。ちょっとこっち。ほら。これで発見されたってことですよ。もっと早く買えばよかったです。この価格で心配してたことが全てクリアされ、安心安い買い物でした。多機能なところと使いやすさで選びました。使いやすかったですか？ちょっと分かんないけど他のレビュー見てみようか。少数派の意見。箱が開いてた？
商品の箱が開かないように黄色いテープが貼られてたんですが、4箇所とも誰かが開けた跡がありました。こんなの恐ろしくて、俺はテープも貼ってなかったよ。全部箱開いてた。最初っから。それ言ってましたよね。使えない？感度悪すぎます。1センチぐらいまで近づけないと反応しません。子供のおもちゃですね。ダメだ。1ミリでも反応しない。電波モードは自宅のカメラ付き、インターホン、Wi-Fi 内蔵、監視カメラ、全く反応しません。そういうものなんでしょうか？これは説明書読んでないんだよ。要するに電波を発見しないと。Wi-Fi に反応しなかったんだ。これ壊れてんじゃないの？カメラは分かったよ。光るやつで。カメラになってるみたいですよ。次じゃあ3行ってみましょうか。磁気センサーはちゃんと反応しました？盗聴器持ってんのかなこの人。あれ怖い。この下が面白い。そこら中でピーピー持って使い物にならない。いきなり鳴いてきた。これすごい面白いよこれ。だって街を歩いているだけでピーピーになります。田んぼのあぜ道で半径50メートルに家も電柱も何にもないところでもピーピーになります。なんとかしてくれ。何にもねえのにうるせえよ。これ軽い。でもピーピーうるさいけど何に反応してるかわからない。止まった。これはやばいわ。俺らがなんでこれを見てるかっていうと、最初さ部屋中ピー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 になってやべえなと思ったよね。解説書全部読んだんだけど日本語がおかしいとこ何箇所かありました。30センチって書いてあったよね。試してみましょうか。ペンの後ろについてる磁石、これ何センチか。反応しません。これで約1センチ。1ミリでも反応しない。次携帯反応するのかな。反応しないじゃん。ネットかなんかに繋がらないとダメなのかな。止まった。ネットで検索してんだけど全く反応しないですね。じゃあ iPhone2 台にこの組み合わせ、これで反応するか。全部電源入ってます。反応しないじゃん。携帯反応しないってこと？あれ何なのこれ。なんか動いたから。何で反応してんの？分かんないじゃんこれじゃ。もうちょっと意味は分かんねえよ。どこで鳴ってんだよ。スイッチ切れよそれ。返品ですか。元のところまで戻ってもらいましょう。返品できるのかなこれ。調べるか。ということで総括。まず磁気センサー、盗聴器を発見するときに使えますが全く役に立ちませんということが分かりました。 Wi-Fi の方はどうやら機能してるみたいなんですが、その機械がどこにあるかは分かりません。盗聴器はレンズに近づけないと分からないので、それがどこにあるかっていうのを発見は難しいと思います。結論、こいつで何かを発見するのは不可能。反応はしますが、それがこのランプの何番目が何に反応しているのか、そしてどこにあるかも分かりません。なので使えないということでよろしいでしょうかね。ということで終わります。ありがとうございました。桜チェッカーは製品の良し悪しを決めるソフトではありません。たとえ製品の性能がひどくても、そのひどい内容がレビューに反映されていれば 0% になります。こちらの例のように桜度は0でも、そのレビューが正しいか正しくないかということなので、それがいい商品だとは限りません。この例のように桜度が0であっても、商品のレビューを必ず見るようにしましょう。レビューを見るとわかります。このように桜チェッカーはレビューは本物だよ。でもレビューを見るとこのような品物ということがわかるということです。それでは皆さんバイバイ。バイバイ。